先ほど財務大臣と令和6年度の予算編成に関しまして折衝を行いました。厚生労働大臣の折衝事項についてご説明を申し上げます。皆様方、お手元の資料1にありますように、令和6年度の社会保障関係費の実質的な伸びについては、年度スライド制の部分を、年金スライド分を除きまして、対前年度比でプラス3700億円程度とすることといたしました。次に、診療報酬や薬価改定等の改定でありますけれども、2にありますように、令和6年度、診療報酬、薬価等改定につきましては、診療報酬はプラスの 0.88%、それから薬価などはマイナスの 1.00% とすることといたしました。そして介護報酬の改定と障害福祉サービス等報酬の改定でありますけれども、この3にございますように、令和6年度介護報酬改定につきましては、改定率は全体でプラスの 1.59% といたします。また4にございますように、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定につきましては、改定率は全体で 1.12% といたします。で、その際に、介護や障害福祉の現場で働く方々にとって、令和6年度に 2.5%、令和7年度に、2.0% のベースアップに確実につながるよう、配分方法を工夫することといたします。また、今回の改定は、処遇改善分について2年分を措置することとしておりまして、3年目の対応につきましては、処遇改善の実施状況などを踏まえて、令和8年度の予算編成過程で検討することといたします。で、5の2にありますように、長期収載品の保険給付の在り方の見直しとして、選定療養の仕組みを導入をいたしまして、令和6年10月から施行することといたしました。5の3にございますように、介護保険の利用者負担、2割となる一定以上所得の判断基準につきましては、介護保険における負担への金融資産の保有状況等の反映の在り方や、きめ細かい負担割合の在り方と合わせて引き続き検討を行い、第10期介護保険事業計画期間の開始、これは令和9年度でありますが、その令和9年度までに結論を得るということといたしました。次に、この子ども未来戦略でありますが、6にありますように、子ども未来戦略において歳出改革と賃上げによって実質的な社会保険負担軽減の効果を生じさせ、その範囲内で支援金制度を構築するとされておりまして、令和5年度および6年度の軽減効果について一定の整理を行うとともに、令和7年度からは10年度までに、令和7年度から10年度までにおける算定方法については、別途検討を行うことといたしました。7の2にありますように、子ども医療費助成につきましては、令和6年度から国民健康保険の国庫負担の減額調整措置を廃止することといたしました。7の3にありますように、地域支援事業等について、その適正な執行を確保しつつ、今後の執行状況を十分に勘案した上で、必要に応じて所要の対応の検討を行う。その際、健康寿命の延伸などを背景とした要介護認定率の改善の傾向を確かなものとするため、総合事業の充実について検討を行うことといたしました。7の4にありますように、最低賃金の継続的な引き上げに向けた支援策について、業務改善助成金に重点を置いている状況を改善するために、
必要な対応を検討することといたしました。同じく7の4にありますように、育児休業給付の国庫負担割合につきましては、令和8年度から8分の1に引き上げることといたしました。令和6年度から8分の1に引き上げることといたしました。また、育児休業給付に関わる保険料率につきましては、当面は現行の 0.4% に据え置きつつ、今後の財政悪化に備えて、本則料率を令和7年度から 0.5% に引き上げるとともに、実際の料率は財政状況に応じて弾力的に調整できる仕組みを導入することといたしました。大臣折衝の説明は以上でございます。社会保障は国民の皆様の生活に直結する分野でありまして、本日の折衝事項を中心にしっかりと取り組んでまいります。その後、事務方のブリーフィングが細かくありますから、詳しくはそちらでご確認ください。